皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友に新です。今日は敏感肌の方に向けての洗顔剤をお話しさせていただきます。結構ね、この YouTube のコメントにも敏感肌についてお話ししていただけますかっていうコメントが多いんですけれども、まず敏感肌の方が一番見直さなくてはいけないのは洗顔になります。なぜかというと、洗顔というのは一番リスクを伴うスキンケアの行為なんですね。というのは、どんな洗顔剤を使っても皮膚のバリア機能の要である皮脂を取り除いてしまうという行為には変わりありません。なので、バリア機能がむき出しの状態になってしまうということになるんですね。もちろんその後に保湿をすればいいんですけれども、やはり毎日洗う洗顔剤がやっぱり肌に刺激になるものだったり、皮脂を取りすぎてしまうと敏感肌がどんどん進んでしまいますので、この大事な皮脂は落とさないというような洗顔剤を選ぶことがポイントなんです。なので、洗浄剤があまり強くなくて大切な皮脂は取り除かないというのがポイントなんですね。なんですけれども、じゃあ、本当にマイルドな、弱い洗顔剤だけを使えばいいかというと、そういうわけではないんです。なぜならば、大切な皮脂は残るかもしれないですけれども、汚れだったりとか酸化した皮脂だったりが肌の上に乗ってるっていうことは、肌にとってもそれはそれで刺激になりますので、大切なことはそういった余分なものは落としてくれる。だけれども大切な皮脂は取り除かないっていう風な、この洗浄剤のバランスがとっても大事なんですね。なので今回はその洗浄剤の組み合わせがですね、とても素晴らしい3つの商品をご紹介したいと思います。まず商品を紹介する前にですね、洗浄剤、よく言う界面活性剤というものには4種類あります。良性イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、この2つはですね、本当に皮膚に刺激がなくて、本当に敏感肌の方にも使っていいんですが、実は洗浄力がとても弱いという、難点もあります。そして陰イオン系の界面活性剤、陽イオン系の界面活性剤、この2種類あるんですけれども、陽イオン、プラスのイオンですね、帯びている界面活性剤というのはどちらかというと肌に刺激があって殺菌効果が高かったり、お肌に刺激になる成分なので、あまり日本人の肌には向いていないです。もう一つ、この陰イオン系の界面活性剤というのは洗浄剤が強いものもあれば弱いものもあるので、大体の洗顔剤というのは陰イオン系の界面活性剤と非イオン性の界面活性剤、もしくは良性イオン界面活性剤というのを組み合わせて作ることが多いです。では早速、敏感肌の方に洗浄剤のバランスがいい洗顔剤、まず1つ目がこちらです。アルーデさんのモイスチャーフォームに配合されている界面活性剤、洗浄剤ですね。それはベビーのシャンプーなどにも使われる肌に刺激がほとんどない良性イオン界面活性剤であるラウリルヒドロキシスルホベタイン液というものが入っています。そこにですね、陰イオン系の界面活性剤であるヤシ油脂肪酸アシルルグルタミン酸系や、同じく陰イオン系の界面活性剤ヤシ油脂肪酸アシルルグルタミン酸 TA 液というものが入っているんですね。で、こちらのヤシ油脂肪酸系のものっていうのは洗浄成分は少しあるんですけれども、どちらかというと泡立ちを良くするっていう効果がとてもあります。なのでお肌に優しいけども洗浄剤がちょっと弱いっていうものがメインですけども、それをカバーするように陰イオン系の界面活性剤が入っていて、プラス泡立ちも良くしているっていうことがポイントになるので、とても素晴らしいバランスだと思います。で、プラスですね、こちらには実はセラミド成分も入っているんです。もちろんね、洗い流したらセラミド落ちちゃうから意味ないじゃんって思うかもしれないんですけれども、やはりあった方が多少は保湿効果も高いと思いますし、あとは米ぬか成分だったり、あとは消炎効果のあるグリチルリチン酸2系というものも入っていますので、やはり敏感肌で乾燥もするし炎症も起こしそうっていう方にはすごくおすすめの洗顔フォームになります。続いてはこちら、キュレルの泡洗顔になります。こちらのキュレルの泡洗顔、これもですね、さっきのアルジェさんと同じで泡になって出てきますから、そういった意味ではとても摩擦も少なくておすすめのポイントになります。そしてこちらのキュレルさんに入っている界面活性剤ですね、お肌に刺激のない良性イオン界面活性剤と陰イオン系の界面活性剤なんですが、その中でもお肌に優しいとされるアミノ酸系の界面活性剤がメインとして、
そこにプラスほとんどお肌に刺激のない良性イオンの界面活性剤が入っている。でプラス泡立ちを良くするためにこの陰イオン系のココイルグルタミン酸が入っているっていうことになるので、こちらもすごくバランスがいいなと思う、泡洗顔になります。ただ先ほどのアルージェさんに比べてこちらは本当に洗浄剤オンリーで、作られていて、もちろんね消炎の有効剤っていうのは入ってるんですよ。こちらもグリチルリチン酸2系が入ってるんですけれども、保湿効果のものはちょっと入っていないので、より敏感肌の方はアルージェさんの方がいいかなとは思います。最後にご紹介するのがこちら、ラロッシュポゼトレビアンフォーミングクレンザーになります。こちらは先ほどの2つと違って、洗顔フォームになるので自分で泡立てなきゃいけないということもあるんですけれども、この洗浄剤で結構泡立ちのいい洗浄剤も入っているので、ちょっと心配だったら泡立てネットなどでしっかりと泡立てて使うようにしてください。そしてこちらはですね、前の2つとまたちょっと違う、界面活性剤、洗浄剤が入っているんです。ステアリン酸グリセリルだったり、あとはヤシ油アルキシルグルコシドだったりという、ほとんど肌に刺激のない非イオン界面活性剤がメインに入っているのと、あとは面白いのはですね、これ実は石鹸成分も入ってるんです。石鹸と思うかもしれないんですが、実は石鹸も界面活性剤の一種で、それも陰イオン系の界面活性剤になります。で実は石鹸系というとちょっと油を取る作用っていうのは少し多いんですね。なんですけれども、そこに非イオン界面活性剤がメインになっているので、優しく洗いながら多少洗浄効果もあるよっていうようなこのバランスになってるんですよ。それを裏付けるようにこちらはですね、ノンコメドジェニックテスト済みということが書いてあります。これはどういうことかというと、ニキビを作りにくい処方ですよということなんですね。なので先ほどもお話ししたんですが、敏感肌なんだけれどもたまにニキビもできちゃうよっていう方にはすごくおすすめです。であと敏感肌なんだけど部分的にテカっているので、例えば T ゾーンだけはこちらで洗う、で U ゾーンは先ほどの泡洗顔で洗うっていうやり方もありかなとは思いますし、女性の方だったら生理前にニキビができやすい方いますよね。特にフェイスラインとか、そういう時にはこのフェイスラインにこちらをしっかり泡立てて使うっていうこともありかなと思います。いかがでしたか？敏感肌の方が、洗顔剤を選ぶポイントはやはり洗浄効果の、強さになります。で先ほども言いましたけど、弱すぎちゃってもいけないで、もちろん強すぎてもいけないので、そのバランスがいいもので、もう一つはやはり肌に摩擦になってはいけませんから、なるべく泡立ちが良くて、手が触れないっていうんですかね、ゴシゴシしないようにモフモフの泡で洗うっていうような洗顔フォームを探してみてください。もちろんしっかりと保湿をしてください。以前の動画でも自分の肌の地図をかけましょうっていうことをお話ししました。なので洗顔フォームをですね、何も一つだけ使う必要はないんですね。例えば T ゾーンテカる場所にはちょっとさっぱりめの洗顔フォームで先に洗って、フェイスラインだとか U ゾーンでちょっと、皮がめくれたりとか敏感に傾いている時は T ゾーンをそのさっぱりめで洗った後にその敏感肌用の、モフモフの泡で洗うというような洗顔フォームの使い分けっていうことも一つ手ですから、そういう風にしてみてください。このチャンネルではこのように美容や健康について分かりやすく皆さんにお話ししていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。そしてこんなことも扱ってほしいよっていうようなご意見ありましたらコメント欄にぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。